皆さん、こんにちは。日本語の文章を書くときには、文の最後に丸をつけます。この丸のことを専門的には句点と言います。でも、このビデオではわかりやすいように丸と言います。皆さんはメッセンジャーアプリでも文の最後に丸をつけますか？最近、インターネットで文の最後の丸が話題になりました。それによると、最近の若者は LINE などのメッセンジャーアプリで文の最後に丸がついていると怒っているようで怖いと感じるということでした。しかし、大人にとって文の最後に丸をつけることは当たり前です。ですから、メッセンジャーアプリでも丸を使ってしまいます。若者は大人たちがメッセージの文の最後に丸をつけることを丸ハラスメント、略して丸ハラと呼んでいるそうです。私は丸ハラの話を聞いて疑問を感じました。まず、丸がついていない日本語の文は新しいのでしょうか？それとも昔からあったのでしょうか？そこでインターネットが使われる前の日本語の文には必ず丸が付けられていたのか調べてみました。次に日本語以外のテキストメッセージでも日本語と同じようなことが起こっているかどうかを調べてみました。それではその結果を見ていきましょう。皆さんは日本語の漫画を読みますか？日本語の漫画を持っている人はページを開いてセリフを見てください。丸はありましたか？中には丸がついている漫画もあるかもしれませんが、ほとんどの漫画には丸がついていないのではないかと思います。次に、日本語の歌の歌詞について考えてみましょう。皆さんは J-POP を聴きますか？ J-POP の歌詞カードがある人はぜひ見てください。丸はありましたか？多分ないと思います。日本の伝統的文化である短歌や俳句でも丸をつけません。今まで見てきたように、丸をつけない日本語の文は昔からあったのです。文の終わりに丸をつけないのは別に新しいわけではありません。このビデオの最初に、日本の若者はメッセンジャーアプリの文の終わりに丸をつけないということをお話ししました。それでは、英語のメッセンジャーアプリの文の終わりはどうでしょうか？ウィキペディアで日本語の丸にあたる英語のピリオドについて調べてみました。英語を話す国の研究では、テキストメッセージでピリオドを使うと、心がこもっていない、冷たい、怒っている、意地悪だ、失礼だ、など良くないイメージを与えることがあるそうです。最初の研究は2016年に発表されたものです。ということは、英語を話す国では少なくとも今から8年も前からテキストメッセージでピリオドを使っていないようですね。皆さんの国ではどうですか？まとめです。日本の若者の多くはメッセンジャーアプリで文の最後に丸がついていると怖いと思います。若者は
丸をつけない人が多く、大人は丸をつける人が多いようです。でも、日本語では文の最後に丸をつけないというのは新しいことではありません。例えば、漫画のセリフには丸がついていることもありますが、ついていないことの方が多いようです。また、歌の歌詞や詩、俳句、短歌などは丸をつけません。日本語ではメッセンジャーアプリで丸を使いません。では、英語ではどうでしょうか？日本語と同じように、英語のメッセンジャーアプリでも、ピリオドには良いイメージがありません。ですから、英語のメッセージでも、ピリオドを使いません。ここで皆さんに英語に関しての質問が3つあります。最初の質問です。日本語の歌詞では丸を使いません。英語の歌詞でもピリオドを使わないですか？私の予想は昔は使ったが今はあまり使わないです。次の質問です。日本語の詩では丸を使いません。英語の詩ではピリオドを使いますか？私の予想は使わないこともあるかもしれないが、使うことが多いです。最後の質問です。日本語の漫画では丸を使いません。アメリカの漫画は日本でアメコミと呼ばれています。アメコミではピリオドを使いますか？私の予想は使わないこともあるかもしれないが、使うことが多いです。ぜひコメント欄で教えてください。おまけです。辞書を調べていたら、例文に丸がついていないことに気がつきました。皆さんの使っている辞書はどうですか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは次のビデオでお会いしましょう。